メキシコシティにソカロっていうところがあるの。一回動画にしたんで、どういう場所かなって思う方は見てみてください。ここは観光地でもあるけど、なんかスリとか犯罪多いよって聞いたことあったのね。聞いてはいたけど、私全然もう5、6回以上行ってんのよ。だから全然何にもないけど、で私がそのスペイン語学校通ってる時にカフェで授業っていうのが多かったから、ソカロの中のカフェ、朝カフェに集合みたいな感じだったのね。でウーバー乗ってソカロの中入って、ソカロって本当いろいろごちゃごちゃしてるから、どこだみたいな感じだったのね。運転手さんもどこ、店の名前は、いやごめんわかんない、でもいいや、とりあえず降りて探す、ありがとう。ウーバー降りて普通にこう Google マップでこう探してたの。あれかな、違えみたいな。そしたらなんかプップーってクラクションを鳴らされて、さっきのウーバーのお兄ちゃんが手招きしてんの。おいでおいでみたいな。なんだろう、忘れ物かなと思って、座って助手席座らされて、もうこんな朝の時間にそんな携帯をこうやりながら歩かないで、危ないから、人通り少ないから今朝だからさ、ほんとやめてってすっごい怒られたの怒られたっていうか優しく言ってもらったよ。もちろんやめてみたいな。君しかも女の子だからさ、もうすごい心配だわ、今ここでそのカフェ見つけてみたいな感じで、じゃあ探して、でこれって言ったら、すぐそこじゃんってなって、もう真横にあったのね。私なんか変な方向に行ってたからよかった、ありがとう、グラシアスって言って降りたのよ。ウーバーのお兄ちゃんがまた釘を刺すように、いい、僕の言ったこと絶対忘れないでね、本当に気をつけてね、もう危ないからね。ウーバーのお兄ちゃん言ったんだけど、もう本当にいい人だったんだけど、そう思うと結構なんか助けられたことが多かったね。メキシコの人ってなんだろう、すごい私のイメージ親切な人が多くて、なんか困ってたら普通に助けてくれるんだけど、外国人のうちらよりも警戒してる。どこどこに旅行行くんだって言ったら、あそこ行くの危なくねみたいな心配すごいされた記憶ですね。だからメキシコ人の人の方が分かってるから、そのメキシコの危なさ、友達作っといた方がいいと思う。優しいからって誰にでもついていっちゃダメだよ。私も一応ね見極めてるから。私ね、人を見極める能力って結構あるんだ。あと個人的に気をつけてほしいのが、なんかコンビニみたいのがあるのね、メキシコの街に。なんて言うんだあれは、コンビニっていうよりもなんか駅とかにある売店みたいな感じ、わかる？あれに似た、よいしょ、何の話してたっけ。見返せばいいのか。売店、なんか売店みたいなとこでね、水とかペットボトルとかお菓子とか結構売ってんのね。で私その時もう結構歩き疲れてて暑かったから、もう水と思って。でメキシコは普通に水道水とか飲めないからもう買うしかないんだけど、その売店みたいのがポツンとあったの。水を買ったの。これくださいっつって。すごいさ、なんか態度悪い女性のメキシコ人がさ、はいみたいな、はいみたいな感じで、ごめん話遮るけど冷たくしてくるメキシコの女性は多かった。アジア人差別とかかな、なんかもうあしらうような感じで、なんかそういう人が多かった。女性はね。そう、水を買ったの。やっと水飲めると思って何にも気にしないでさ、普通に水だと思ってパンって開けちゃったからさ、あれ今カチってなったっけみたいな、なんか違和感を感じたのね。でもなんかもう本当に頭が回んないほど水が欲してたの私。大丈夫っしょと思って普通に飲んだの。そしたらもう吐くわ、お腹壊すわ、本当にね死ぬかと思った。だからね、本当にメキシコの水は本当に危険だし、なんかそういうことする人もいるから気をつけてね。絶対カチッって音がするのを気にしといて。なんか確かに今思い出してもなんか変な味したような気がするんだよね。もうあれは本当にしんどかった。車の運転が荒い人が多いって思った。ちょっと車には気をつけてね。日本ってさ、結構なんだろう、歩行者いたら止まってくれるじゃん。もうメキシコは止まんないからね。普通に歩いててもう車突っ込んでくるからね、どけみたいな感じで。車優先だと思うんだよね多分向こうは。なんかそう言われた気がする。本当に何度も引かれそうになった。最初は本当に慣れてないと危ないと思う。なんか日本感覚で歩かない方がいい。本当にね、歩いてようがスピードを落とさないの人にもよるよ。落としてくれる人も中にはいたけど本当に少数だった。そうだから、その少数の人が私のためにスピードを落としたり止まってくれると、もうね本当に感謝するの。ありがとうみたいな。メキシコいるとねすごいありがたく感じる。ちょっとどんぐらい喋ってる？この話最後にするわ。私が一番ショックだったのがね、多分半年ぐらい住んでたでかい豪邸っていうか一軒家の一つの部屋を借りてたのね。でそこにはお手伝いさんの子たちが結構いて、で私スペイン語も話せないからさ、何を使っていいかとかなんか聞きたい時は全部お手伝いさんの子に聞いてたの。男の子で多分私より年下ですっごい可愛い子なの。こうでどうすればいいかなってトランスレーションとか言っても、
オッケーみたいな、ついてきてとか、なんか本当にいい子で、私はすごい大好きだったのね。私が引っ越しますって言って荷物をまとめて、その家主さんとお手伝いさんが私を見送ってくれて、バイバイみたいな、ありがとう元気でねみたいな感じで出てって、そっから家主さんから連絡来て、サラお金忘れてるよやばい、全財産置いてきたと思って。全財産は嘘だけど、私の手持ちのメキシコペソ全て置いてきちゃったの。うわ最悪と思って、3、40万ぐらい入ってたんだようわやべえと思って、もうめっちゃ急いで取りに帰って、そしたらさっき私を見送ってくれた家主さんとお手伝いさんが、はいこれみたいな感じで、私はそこで数えたかったの。めちゃくちゃ数えたかったんだけど、目の前にさ2人立ってるとさ、数えづらくないと思って、もう本当に大好きな2人だったし信用してたのね。まあ大丈夫かなって思ったんだけど、でも確認したいって思ったけどさ、なんかもう信じたのよ信じることにしたの。なんか嫌だったからさ、もう最後の最後ね、だからありがとう、チラってお手伝いさん見た時に、そのお手伝いの男の子が不自然な笑みでこうやってずっと私をこう見てんの。笑顔なんだけど汗出てませんかみたいな私にはそう見えたのね。うわなんか超怪しいなこいつと思って、まあでもいいやと思って、もう忘れた私が悪いと思って、ありがとうって言って一回出てったの。ですぐ確認したらさ、5万円分ぐらい取られてたやはりか、これは多分お手伝いさんだな。まあそこは戻ってさ、ぐわーお金返せっつってもさ、証拠もないじゃん。で私もいくら残ってるってメモはしてても、本当にその金額は最後あったかどうかははっきりわからないから、私も断言できない。たまに書き忘れることもあるからさ、まあこれは私が完全にミスだね。一番大事なお札を置いてくってどういうことと思ってあるあるだよねショックだったね。まあもちろん自分のミスだと分かってるけど、やっぱ悲しいよね。信頼してる人に取られると、証拠もないし断言もできないけど、多分取られてる。3日へこんだ。まあだから確かに私もさっきいい人は多いとか、優しい人、親切な人、メキシコは多いよって言ったけど、そういうことする人もたくさんいるので、どんなにいい人だろうが、ここはもう自己責任で自分を守っていってくださいそんな感じです。まあ、とにかく夜は絶対歩かないこと、高価なものは身につけない。私もね普通に友達と飲みに行った帰りとか全然歩いたりはあったけど、でもやっぱちょっと危ないからやめた方がいいと思います。もうウーバーで帰るか、あと歩くなら何人かで歩くこと。こんな程度のアドバイスしかできないけど、なんかとにかくメキシコの街に悪いやつだらけ、マフィアだらけって、もうそういう想像は別にしなくていいし、間違ってる。全然優しい人も多いし、だから本当にそんなビビらず、私はメキシコを楽しんでほしいと思います。ただ本当にさっきも言ったけど、貧富の差が激しいから、いい人でもやっぱこうやっちゃう人とかもいるから、もうお金渡しちゃえばさ、パーって逃げてるから、とりあえずね渡す分のお財布は持っといた方がいいと思います。なんかそこで変に抵抗とかしちゃうとバーンって撃たれちゃうかもしれないから、もうさってなんか捨て財布用意しといた方がいいと思います。なんだっけな、タクシーかウーバー忘れたけど、今まで陽気に喋ってたんだって。運転手さんがどこどこまでお願いしますって言うじゃん。そしたらなんか違う道行ったんだって。で全然人通りが少ない場所に連れて帰って、どこここみたいな。そしたらなんか急に金目のもんよこせみたいな感じで言われたらしくて、うわーってなって、もう全部時計とか財布とか全部渡したんだって。そしたらグラシアスって言われたんだってそっから君の家どこだっけ、家の前まで送るよ、安全に送るよってなんかすごい機嫌よく言ってきたんだって。いや送るよじゃねえわ、どんだけお前奪ってんだよって話だけど、なんかね、ほんと普段多分いい人なんだけど、お金のためにそういうことをしちゃう人も多分多いと思うから、確かにうじゃうじゃいるとは思っといていいかもしれないね、そういう人は。ただ本当にメキシコがヤバすぎるっていうそのイメージはそんなことないよって、言いたかったです。なんかもうメキシコはさ、怖いイメージがもう定着してるからさ、私的にはでも本当にどこ行っても同じだと思う。どこ行っても危ないと思うし、なんなら日本も治安いいって思ったことがない。結構ちっちゃい頃からね、やばいやつ見てんだよね。はい、ということで今回も動画見てくださってありがとうございます。これ本当に美味しいから食べてみて。本当にコメントメッセージはもう励みになります。逆にこういう質問してくれた方がネタになるっていうか喋れるんで。なんかたまにうろちょろしてるなんか小映えみたいなアンチ野郎は全員ブロックしたんで、お疲れ様でした。私にもアンチが来たかって感じ。もうほんと最近鬱陶しいなレベルでうろちょろしてるやつがいて、多分アカウント変えてね2回ぐらいコメントしてると思うんだよね。でしかも私が無視しても他の動画を見てくれて、でその動画についてアンチしてくんだけど、
めっちゃ私のこと好きじゃんと思ってごめんね、即ブロックします。お疲れした。アンチコメントしてる暇があるんだったらさ、他にやることあるんじゃないのってちょっと思っちゃうんだよね。その場では多分ストレス解消とかなんか快感を得るのかもしんないよ。だけど多分ね、その後虚しさってくると思うんだよ。誰しも人ってさ、才能あると思うんだよ。だから得意なことを見つけてさ、何かのためになる行動しといた方が、自分のためになると思う。真面目に語ってしまったけど、でも私はそう思う。いや本当に今回も長くなってしまいましたが、皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。次の動画はいつアップするか分かりません。とにかくメキシコ行くの不安だって方はもうこのお話を見た後、もう一回メキシコの私の動画見直して、なんか街の雰囲気とか人の雰囲気、なんかそういうのを見て参考にしてくれればいいと思います。私の動画見ててもね、そんな怖い感じないと思うんだよね、みんなが言うほど。はい、そんな感じで次回の動画見てくれたら嬉しいです。またねー、アディオース。本当に美味しいよこれ。